クロスベル警察特務支援課だな。最小閣下がお待ちだ。そのまま入るがいい。はい。それでは失礼します。なんか偉そうですね。さすが帝国軍人、無駄に威圧的だね。失礼します。オズボーン最小閣下。クロスベル警察特務支援課、お招きにより参上しました。入ってきたまえ。この光景、実に見事だ。地上をこの高さから見下ろせるような建造物を人間が作り出せるとかつて栄華を誇ったという古代文明に届く所業だろう。確かに1200年前のゼムリア文明のことですね。ああ、なんでも魔法みたいに便利な文明があったそうだが、単なる理想郷というわけでは必ずしもなかったようだ。昨年リベールの異変時に出現した巨大な浮遊都市、あれもゼムリアの時代に建造され、そして人の手で封印されたそうだ。人の可能性と愚かさの象徴として。人の可能性と愚かさ。随分お詳しいのですね。それほどでもない。特にクロスベルに関しては、ヨアヒムなる教団司祭ほどにも真実に至っていない。そんなことまで。それにわからないことがあるからこそ世の中というものは面白い。手の内が全て見えたゲームなど退屈の極みというものだ。そう思わないか、ワジ・ヘミスフィア。僕の名前もご存知なのか。いや、逆に名前しか知らないということかな。いや、さして興味がないというだけのこと。闘神の継承の方がむしろ興味をそそられる。帝国軍情報局、素晴らしい情報収集能力をお持ちのようですね。エレボニア帝国政府代表ギリアス・オズボーン。諸君のことはレクターからいろいろと聞いて。それでは残りの休憩時間、話に付き合ってもらおうか。それで最小閣下、お話に付き合うというのは一体どういう。どうやら大抵のことはすでにご存知みたいですが。何、単なるおしゃべりだ。もしくは意識調査と言い換えてもいいだろう。意識調査。ああ、直裁に尋ねよう。君たちはこのクロスベルがどれだけ持つと考えている。また露骨な質問だね。別に他意はない。ただ栄枯盛衰は歴史の常。滅びなかった国は存在しない。ましてや動力革命によってあらゆるものが加速し始めたこの時代において、この因縁の地がどこまで現状のままでいられると思う。それはいつまでもです。守ろうという意志が自治州の民にあるのならば。
ノエル。そう、意志は常に重要だ。時に趨勢をひっくり返し、歴史そのものを動かすことも稀ではないだろう。人は無力な存在ではない。私もその可能性を信じている。それじゃあ。だがその意志同士がぶつかり合った場合はどうだ。簡単だ。小さな意志はより大きな意志に飲み込まれ、その火星を大きくするだろう。そうして生まれた業が地上にいくつも現れた時、あらゆる正義と倫理は灼熱に溶け、世界は一面の炎に包まれる。そんな光景が容易に原始できるのではないか。確かに帝国や共和国に比べたら小さな意志かもしれません。ですが大きな炎が小さな炎を必ず飲み込むとは限らないでしょう。かつて帝国の侵攻を退けたリベール王国のように。12年前の100日戦役か。その通り。意志には強さが問われる。リベールの小さくも強き意志が帝国の大きく乱れた意志に見事打ち勝ったということ。それは確かにクロスベルにとって一つの教訓と言えるだろう。果たしてクロスベルの民にリベールの民ほどの誇りと強さが備わっているかは知らん。休憩時間も終わりだ。話はここまでとしておく。ああ、帝国政府からは特に勲章を送るつもりはない。下手に平民に勲章を送ったら貴族勢力がうるさいのでね。お前たち運が良かったな。あれほど上機嫌な閣下はあまり見られるものではない。おいおい、何の冗談だ。お前たちのことを気に入ったということだろう。重い言葉かもしれんが、まずは受け止めてみるがいい。私の立場から言えたことではないがな。とてつもなかったわね。つうか化け物すぎんだろ。ああ、なんていうか立ってる次元が違う気がする。ティオ、大丈夫か？はい、なんとか。あの人から伝わってきた炎のイメージが強烈すぎてめまいを起こしましたけど。無理ないよ。私ですら何か見えた気がしたもの。鉄血宰相か。まさに怪物って感じだね。クロスベル程度なら人飲みにしてしまいそうだな。でも俺たちをなぶるために呼び出したわけでもないだろう。大統領もそうだけど俺たちに興味があったというのも嘘じゃないと思う。ならいい勉強をさせてもらったと考えた方がいいかもしれないな。言うじゃない。あなたのそういうところはちょっと真似できないわね。ああ、ポジティブすぎんだろ。でも確かに落ち込んでも仕方ないですよ。そうですね。得られた教訓は生かさないと。とにかく休憩時間も終わりだ。ダドリーさんのところに戻って会見の結果を伝えておこう。
問題はたかが宗教団体一つでああも無様に治安が揺らいだことだ。それも治安維持組織が操られるなど前代未聞の形によって。詳細については皆様にもお伝えしてあると思いますが。詳細が問題なのではない。危機管理質が問題なのだ。事件の際滞在していた帝国人の生命と財産が脅かされた事実もある。そのことについてはどうお考えか。待ちたまえ宰相。損害賠償と慰謝料についてはすでに手続きが行われているはずだ。この上さらにミラを出せというのは我が帝国の度量が問われるだろう。いえ殿下、そういう問題ではありません。問題は彼らがクロスベル自治州政府がどうやってさまざまな安全を保障できるかです。生命の安全、財産の安全、貿易金融市場への信頼の安全。戦争にかまけ怪しげな輩どもにつけ込まれるような者たちに果たして保証できましょうか。だがハルトマン元議長が失脚し腐敗も浄化されつつあると聞く。今後は健全な政治体制の下でしっかりとした安全保障の枠組みが築かれればいいのではありませんか。いやいや大公閣下、ことはそう簡単ではありませんぞ。クロスベルの政治風土はもともと腐敗しがちな傾向にあります。ディーター市長、マクダエル議長は政治家としても傑出されていますが、仮に彼らに何かあった場合逆戻りになるのではありませんか。悲観的な話になりますが、もともと政治に腐敗はつきものです。それはクロスベルだけではなく我が国も含めてどこも同じ。ならば今はお二人が任期中に健全な政治体制を作れるか見守るべきではないでしょうか。失礼ながら殿下はお若い。希望を信じたくなる気もあります。ですがクロスベルは伝統ある王家をいただくリベールとは違うんです。よりどころとなる権威のないところでは政治は核もたやすく弱体化する。それは歴史が証明しているでしょう。それは我が国には君主はおりませんが栄誉ある共和国憲章があります。これは100年前の革命の時、さまざまな勢力と民族が集まって作り上げた奇跡的なものでしてな。それを頼りに我が国の政治はたとえ腐敗しても誇りを失わずに存続できたと言えるでしょう。お言葉ですが、我々にも誇りある自治州法が存在します。歴史的経緯からさまざまな不備が発生しているのも確かですが、それでも少しずつですが改善できているのも確かです。弁護士、ここ10年で行われた自治州法の追加改正項目はどの程度？そうですな。詳しい資料はありませんが、およそ50というところでしょうか。10年でたった 50？ それはいささか驚きですな。1年にわずか5つですか？いえ、ここ数年では増加の傾向にあります。去年は確か12の項目が追加改正されたはずでしたね。ああ、金融と動力ネットに関する諸項目の追加が多いが、いずれにせよその調子ではとても意義のある安全保障体制が早急に構築できるとも思えない。やはり現状を踏まえた対応策を
話し合うべきであろう。ええ、それは同感ですな。やれやれ、あなた方がそこまで気が合うとは思わなかった。ノルド高原の領有問題についてもすぐに合意できるのではないか。はは、これは一本取られましたな。ま、それについては別の機会に話し合いましょう。時間が惜しい。議論を移るべきでしょうな。わかりました。では最小閣下の定義の通り。これってイアン先生が心配していた通りですか？鉄血宰相と大統領に押し切られてるって感じだね。反論の糸口はないのかい？実際自治州法に様々な構造的欠陥があるのは事実なの。だからおじい様にしてもディーターおじ様にしても反論しにくいのでしょうけど。だがその構造的欠陥は70年前の自治州成立時に2大国から押し付けられたものだ。その上でのあの強引な発言は到底納得できるもんじゃないな。は、確信犯ってことかよ。いずれにせよ会議の内容は我々の関知するところではない。今は会議そのものが無事終了することに集中しておけ。はい、もちろんです。それではまた一通り巡回を。捜査一課ダドリーだ。エマ君か。一体どうした？なんだと？なんだ？何かあったみたいね。破壊星座とヘイユーがそれぞれの拠点から動いたそうだ。一家の監視を振り切ったらしい。なんだと？うろたえるな。これも想定の範囲内だ。何かあったら知らせるから引き続き警戒しておけ。了解です。ああ、そうだ。予備の警官隊を動かしてもいいから。くそ、という動きやがったか。一体何をするつもりだ？ランディさん。ランディ、落ち着いてくれ。いくら赤い星座でもここに仕掛けるとは思えない。そうね、ビルの正面は警官隊が守っているし。まさかこんな時に抗争を始めるとか。それもちょっと不自然な気がするね。何ですと？今のはおじい様。最小閣下、今何とおっしゃられた？申し訳ないが今一度繰り返していただきたい。お望みなら何度でも。クロスベル警備隊は解体、さらに他国の治安維持部隊をクロスベルに常駐させる。それが一番現実的だと申し上げた。お待ちください。最小閣下は不戦条約の条項をお忘れではありませんか？ああ、武力でクロスベル問題を解決しないよう努めるですか。しかし別に侵略することを意味しているわけではありません。民間人を恐怖に陥れた軍隊もどきの役立たずな組織など解体すべきだと言っているのです。実際クロスベル警備隊など帝国軍または共和国軍の前には存在しないも同然です。高性能な装甲車にしても所詮戦車の前では紙切れ同然。
そんなものに高い維持費を使うなら他国の戦力に安全保障を委ねる。それが自治州ごときには一番効率がいいあり方でしょう。いささか乱暴すぎる意見に思えますが、その他国の戦力というのはどこを指しているのかな。まさか最小閣下ともあろう人が歴史的経緯を忖度もせず帝国軍などと言わないだろうね。そうは申していません。ですが必要ならば過去の因縁を水に流してでも帝国軍の力を提供すべきでしょう。それがゼムリア大陸西部の平和と発展につながるのなら。まあまあ皆さんそう熱くならずに。最小閣下の提案は私もいささか強引に思えますな。ただまあ警備隊などという軍にもなりきれない治安維持組織が中途半端というのも分かります。それではそこで提案なのですが、警備隊は規模を大幅に縮小。代わりにベルガード門を帝国軍、タングラム門を共和国軍が管理するというのはどうですかな。そうすればクロスベル市の有事にもすぐに駆けつけることができましょう。大統領、それは検討に値するか。さすがは大統領か。あまたの野党の突き上げを裁きながら政権運営されているだけはあります。いやいや、顔面な貴族勢力を抑えて改革をされている最小閣下に比べれば。あなた方は。いい加減にしたまえ。ここは二国だけの会議ではないぞ。これは失礼した。いずれにせよかような方向に議論は流れてきたわけだ。お二人の意見はどうかな。